キッチン臼田の臼田明です。大分県に移住してもう30年近くなって、ケーキとそれからパンとカフェを経営しています。ハード系があんまり馴染みがない土地で、ハード系を30年前にここでやったっていうチャレンジャーなことをしてきたんですけれども、山の中でやってるのでとても空気が良くて水が良くて、いまだに食料の物々交換が行われてたりとか、うちでいうとパン、近所のおばさんでいうと野菜が交換されてたりして、だからとてもみんな余裕があって豊かな暮らしをしてる。心もなんか豊か。パンの美味しさ、本当にシンプルに丁寧に作っていることで生地が美味しい、噛みしめるほど美味しいって言ってくださるお客様が本当に多いので、一回食べたらもう忘れられない。確固たるハードの系のこのパンに込められてるかな。このあきらさん、それから奥さんの茂美さんの優しさがもうパンにもう凝縮されてる。今日は天気がすごくここから5メーターぐらい、その先にじゃあお願いできます。5人5メあと1人来るんですけど、2人。パンを始めたきっかけは、父親がパン屋を経営してまして、でそこでお手伝いを始めたのがきっかけで。いやいや九州産ですね、ほとんど。こういった国内産の九州産小麦使ってですね。あそこは譲らないね、やっぱり。当時から国産小麦をずっとやってるの使ってますけど。今もう使い切ってもう少なくなってきちゃう。レーズンでこれアルコール発酵してからシュポンってくる。ワインみたいなね。うつうつしてきて。これが元で作って種を練ってるのが今入ってる。でそれを培養してたのがこの粉、今こういうのでこのレーズンのエキスと粉で継ぎ足していったものなんですけど、これがうちの工房の元です。で結局そこで家の経営の下でそのパン屋やってたんですけど、どうもなんか面白くないなって思ってて、そのやり方、親のやり方にもちょっと反発というか抵抗があって、やっぱり自分試したくなって、よそのパン屋に行ったんですけど、それが銀座のパン屋さんで、やっぱり友達同士というか若いよそのパン屋で働くのってこんな楽しいんだと思って、結局そのすごい身内だとどうしてもいろいろあるじゃないですか。それがなくて、すごいオープンでパン作って楽しそうにみんなパンを作ってるんですよ。それになんかいいなと思って余計楽しくなっちゃって。とても楽しい、作ることが好きだっていうことが自分でそこで気づいた気がして、やっぱりパン屋が作るお米もいいじゃないですかやっぱりオーナー、うちの父はそのオーナーでもあったんですが、パンを作ることができなかったので、現場の不満を聞くのが僕がその役だったので超辛かったんですけど、そうそれやっちゃダメだなと。オーナーはやっぱオーナーがパンが作れて、みんなに配慮ができないとダメじゃないですか。今あるドンプさんとかあるじゃないですか。あれと同じ勢力ぐらい強いよチェーン展開してます。やることが早すぎたみたいで、うちの親もスピード感ありすぎてダメにしたんですよね。その時僕らがちゃんともうね
成人してたら止めてたんでしょうけど、もう止めることすらできなかった。それで失敗したんですよ。でもまあ今思えばまあ親はもういないんですけど、すごくいい失敗例を、ベーカリーのいい失敗例を見せてもらったので、よかったですね。こうやっちゃいけないんだなってなんか親に教わったような気がして、ありましたね、それが。よし、お母さん。もともとは大分に求めているというよりは、最初は遊びに来ただけだったので、まさか移住するとも考えないで大分に来たんですけれども、来てみたら本当に自然が豊かで、日本のこれぞ原風景なんだろうなっていう、なんか私の中でピッという来るものがあって、そこで惹かれて来たんです。これが塩おにぎり、これがあきら梅としそが入ってる。これがおかか。あきら梅美味しいですよね。いただきます。自家製米と。お米美味しいね。どうぞ。あの畑で30何回取れますか。これ天然酵母の昨日のほら夜に夕方に練ったやつなんだけど、そして培養してるこれ全粒粉、小麦の襖だよね。皮とかは全部入ってる。食べやすい大きさに切って練り込んでますね。キッチンスダの特徴というのはやはりその手作り感というか、やっぱり自分のところでできるだけ既製品を使わなかったりして、あんこですとかカスタードクリームとかフィリングも自分のところで用意して、かつ素材なんかも近所で採れた野菜などを新鮮なうちに加工してパンに入れたり料理に使ったりするっていうことですかね。自分しかっていうか自分しかできないようなことを探してますよね、やっぱり常に、ここでしかできないこととか、やっぱり日常よりも非日常がやっぱり大事な時代だと思うので、トータルでだからパンもね美味しく食べてもらいたいし、その空気、ここの場所の空気感とかそういうのもこう味わってもらえたらと思う。うちのカフェもやっぱりそういう雰囲気があるんですけど、だからやっぱみんな来てくれますよね、リピートして。やっぱ癒されに来てくれるっていうか、そしてこの合間にどこに行くかというと、昨日植えた田んぼの水見てこよう。共通するもの、
そうだね、やっぱり手かければかけるだけ美味しくなるだろうし、そういったとこじゃないですかね。面倒見るっていうかさ、あとは多分ね、なんか変化が分かるんじゃないかな、続けていくと。常にそうやって接してると分かるものってあるじゃないですか。いろんなこう対話みたいなさ、パン生地と対話するみたいにこう自然のものでも常にそうやって接してると分かるものってあるじゃないですか。だからそこじゃないかな、多分。だからそれを続けてないと分かんないじゃん。やっぱり一つのことを続けるとやっぱり見えてくるものがいっぱいあるから、それだろうね、きっと。これはランチのメニューで今日スパニッシュオムレツにしようと思ってて、いろいろズッキーニとか野菜が出だしたのでスパニッシュオムレツを作ります。たくさん使うときは直接農家さんから分けてもらって、この後どうするんですか？これでオーブンで1時間半くらい焼きます。東京のと田舎の違いは本当に180度違っていて、求めていた生活なのでとても楽しく暮らしていますが、東京では考えられないようなこともたくさんあるし、お水が普通に出るっていうことすら当たり前じゃない、水道がない、上下水道がない、そもそも隣の家まで湧き水を引いてるのを、余り水をうちが引かせてもらってそのお水を使ってるんですけど、ハード系焼いてるイコールちょっとかっこいいとかすごいとかいう時代はあったとは思うんですけど、でもまあなんか結局お客さんのニーズじゃないですか。食べたいパンを作る方がいいから、もう何でもやろうよっていうスタンスで自分はね、ただ田舎っていう立地でその天然酵母を当時30年前に作った時にやっぱり余るんですよ。ロスが出る。だからそのロス対策をやっぱり必死に考えたりしてて、スライスしてお客さん提供したりとか、ランチで出したりとか、あとは配りに行ったりとか、少しずつそうやってお客さんに分かってもらおうと、そういう努力はしてましたよね。だからこれが俺のパンっていうか、こういうパンも食べてほしいっていう提案をしたんですけど、そうすると今になってやっとそういうパンがこう受け入れてくれるようになって浸透してきたかな。まあ自分で言うのもなんだけど、まあちっちゃいことからやってきたんで、これが今になってこう安定してるかな、安定につながってるかもしれないですけど、いろんな意味で。あとはリピーターさんって意外と口コミしてくれるんですよ。で、口コミすると何でいいかっていうと、新規の人がまた来るんですよ。リピーターが増える仕組みっていうのは、より多くのお客さんに臼田のパンを味わってもらいたいから、とにかく試食をしてもらってお客様に、でうちの味を確かめてもらうっていうことを繰り返しやってきた気がします。カフェでうちの当日焼いたパンを説明したり出すときに、今日はこういうパンです、今日はこういうパンですって言って、でそれを食べてもらうんで、まあ本当試食みたいなもので、だからすごい相乗効果なんですけど、カフェで食べてもらって帰りランチ終わったらこっちで会計するときにパンも一緒に買ってってもらえる。
マヨネーズも作ってるし、ドレッシングも作ってる。電子レンジもないの、お店なのに。本当に自然に沿った暮らしがしたい、自然の中で子育てがしたいっていう思いで田舎に移住してきたので、決してパン屋をやりたいから来たわけではなくって、本当に何にもない中で、これしかできないのでパン屋をずっとしてきたんですが、思いがけず30年近く続けることができて、パンが美味しいからこそ今まで続けてこれと思って、で、その延長線上にカフェだったりお菓子だったりがあるわけで、もうベースは本当にパンの美味しさだと思ってます。レシピ一応もう昔のやつはボロボロになっちゃったんだけど、忘れる時にこう。でもやっぱり参考になるから、割合っていうのはみんな知りたい人も多いだろうし、だから真似はできないんだけど、当然無理なんだけど、やっぱその人がほら作ってきたものだからさ、大事なもんじゃないですか。人のも見ないし、あんまり僕は、むしろだからそこを開拓するのがパン屋さんじゃないですか、みんなね。自分のオリジナルをさ、やっぱり、ちょっと人と変わったことしたいなって。そもそもここでやってること自体がそうなんですよ。変わってるよね。ここで商売するんだって当時言われましたもん。移住してきた当初。ここでパン屋やるのって言われて、みんな首かしげて。はい、お疲れです。はい。ニンニクスリスリしてるだけです。フレッシュなニンニクを使ってガーリック。これガーリックバター。これを塗る。ただそれだけ余計なことせんで。ちょっとパセリなんかね振っちゃったりして。これ物によってこう手の位置を変えていくとクープが変わるし、硬さが。だから一定のクープの深さなんですよっていうちょっとしたテクニック。結構クープの深さってこうまちまちになっちゃうじゃないですか。深くなったり浅くなったり、そうするとバランスが悪くなっちゃったりする。パンのこうスタイルが悪くなっちゃう。だからここ気をつけるみたいに、結構ほらデザインして綺麗に作りたいじゃないですかね。焼き上がりが綺麗なパンのがいいからっていうのはありますよね。
訳ございません。またぜひお願いいたします。お待ちしております。ありがとうございます。今日もう平日ですよね。そう、今日ね、ちょっと時間がね、遅い時間から満席になっちゃってて、予約で今日は待ってます。予約で埋まってます。で、パンがあるから、パンが6種類つく。食事パンがカゴ盛りで、皆さんすごい喜ばれるの。今日がごめんなさい、ちょっと満席なんですよ。大変申し訳ございません。またぜひお願いいたします。でまだ電話かけてくれる人はいいんだけど、直接来る方もいらっしゃるので、もう本当申し訳ないっていう感じです。私にとってキッチンウスダさんもう28年来のこう、お客といいますか友達でもあるんですけど、ウスダさん家のパンが食べたくなる、その時に28年間変わらぬ美味しさがあるというお店です。で生活できなくて市役所でバイトしてた時代があって、その時にずっとお世話に、その時から仲良くしてくれてる。そうだから私たちの移住歴史はケンちゃんと共にあるぐらいな感じ。よく非日常って言いますけど、ウスダさんにしてみればこれはもうウスダさんの日常であり、我々他の、例えば都市部の方からすると異なる日常ですね。これはパンはどこかに持ってかれるんですか。これは竹田の隣町の竹田に角パンといううちの姉妹店があるんですけど、こっちにこれから配達に持っていきます。50個ぐらいですね。足やらないやら全部売れちゃったんですか。この時間に。ダメでした。私が100%担当しております。100%。ヘルプにちょこっと回るぐらいなので、私はあまり。パセリを。はい、すいません、お待たせいたしました。パンションです。